2日目です。上までしっかり水が上がってきてます。今日で5日目です。かなり下がってきて、今日は6日目です。上の方に今日1週間経ちました。もう少しシワシワになるまでこれの中には置いておこうと。あとはからしを足したり、それから、昨日つけた梅味噌です。1日経って、ほとんど上の方まで水気が上がってきました。また様子を見て取っておきます。2日目です。上までしっかり水が上がってきてます。そこの方は揺らすと水が動きます。2日経ちました。今日は3日目です。下の方に水が溜まって上の方までしっかりとろみがついてきました。今日は4日目です。下の方に水気があって、あと味噌と混ざったような感じでお砂糖が溶けて、かなり下に5センチぐらい沈んでます。今日で5日目です。かなり下がってきて、味噌とお砂糖とお酢が結構混ざってます。時々瓶を抱えて揺すぶったりしてますので、混ざってます。今日は6日目です。上の方に上も上がってますけど、その周りに汁気の方も上がってます。かなり一番上のラインがだんだんと下がってまいりました。今日1週間経ちました。梅味噌です。で、中に入っているその梅の実が多少シワシワになってますけど、もう少しシワシワになるまでこれの中には置いておこうと思います。そして今日熟した梅も入ってますけど、まだこれもシワシワになってないんで一つ出しました。で、出してちょっと潰したのに混ぜて味見をしてみましたけども、とてもまろやかな味がします。で、これは基本となる味噌になりますので、あとはからしを足したり、それからもう少し酢が勝った方がいいと思ったら酢を入れたりとか、そういうふうにして食べる時に調合したらいいと思います。で、イカとかタコとか、それからお魚の蒸したのにかけたりとか、サメとかエイとか、クジラの白身、脂脂肪の部分、イルカとかも多分合うと思うから、イルカもクジラもあんま変わらんけど。イルカ静岡は食うよ。そうなの、よく食ってたよ。だけそういうのには多分合うと思いますけど、ちょっとええかいね。このまま今梅の実が何もなんていうのかな、潰されてない状態のまま食べると割と多少梅の酸っぱさがあるかなぐらいで、実際潰してみてようやくしっかり酢がついたかなっていう感じになるので、最終的には梅の実をどねかして外さなきゃいけないってことなんだよね。だけ青梅でシワシワになった梅は出す。でシワシワにならなくってとろけそうな梅はもうそのまま残すということで、それでも十分美味しいと思う。で、今日潰した梅とお味噌、この中の酢味噌を合わせてちょっと混ぜて味見を整えて、で今日は鶏皮をちょっと俺の晩飯の鶏皮がちょっと使われてますけど、
鶏皮にあれしてみました。つけてみました。はい。鶏のささみとかもいいかもしれん。そうね、鶏のささみとか、うんちょっとからし入れると味はもっと整うかなって感じかな。これもね、味噌の酢を混ぜたっていうか、味噌を潰し、梅を潰して、酢をもう少し多くした状態で作ったから。酢味噌、普通の酢味噌、まあエイとか普通に酢味噌で食うけど、普通の酢味噌よりちょっとふわっとこうプラム系の、果実系の何かこう、優しさみたいなのが入ってて、まろやかな味というか、まあ、女性だったら野菜とかにかけてドレッシングのようにして食べるかもしれない。私だったら生野菜にかけて食べるかもしれない。そんなんでもいいかもね。まあ、こうして置いとくといろいろと使い道があります。今年は余った梅で、梅味噌を作ってみました。はい。